世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんはテレビなどで相撲を見る機会がありますか？有名力士の取り組みはニュース番組でも取り上げられることがありますが、熱心なファンでない限り会場まで相撲を見に行ったり、テレビのチャンネルを合わせたりすることは少ないかもしれませんね。しかしながら相撲は海外の方の人気はとても高く、本場所では海外からの観光客の姿も目立つそう。こうした相撲の外国人人気は近年のものと思われがちですが、実は1980年代にはすでに外国人の間で大人気だったのだとか。今回は1980年代のイギリスにおける相撲人気に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私レイナのナレーションでご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。以前海外であなたが子供だった頃のヒーローは誰？というトピックが盛り上がっていました。その中であるイギリス人男性が千代の富士と回答し、アメリカの人たちには信じがたいかもしれないけど、1980年代の一時期イギリスでは日本の相撲を見ることが大流行したんだと熱弁していました。大相撲は当時若者やマイノリティ、知識層などを視聴対象とするイギリスの公共テレビ局チャンネル4で放送されていたそう。その人気を裏付けるように1991年10月には日本相撲協会主催でロンドン公演が行われています。海外公演は日本国外から招待を受けて取り組みを行うもの。ロンドン公演が行われた当時、ちょうどロンドン日本協会の設立100周年だったこと、そしてイギリス国内における相撲人気が高かったことから海外公演を依頼されたのかもしれませんね。先ほどのイギリス人男性のコメント欄には同様に相撲に熱中していたイギリスの人たちを中心に共感の声などが相次いで寄せられていました。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたらぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。俺も千代の富士は大好きだった。あの頃はみんなチャンネル4で見てたもんな。ウルフこと千代の富士は一番体が小さかったけど、それでも強靭な力士だったよね。僕は90年代半ばにロンドン在住の日本人女性と結婚したんだ。初めて彼女の両親と会った時はかなり緊張したけど、その時ちょうどテレビでグランド場所、本場所が放送されてた。千代の富士や寺尾の話を切り出せたことで一気に緊張が解けたのを今でも覚えてるよ。ありがとう、チャンネル4。またチャンネル4で相撲を放送してくれないかな。個人的には寺尾のファンだったけど、ウルフのことはいつもかっこいいと思ってた。91年にロンドンで開催された相撲大会を見に行った時、力士たちがバスから降りてくる姿を見たんだけど、観客席から見るよりその大きさを実感できたよ。確か土曜日の朝にやってたんだよね。私のお気に入りはやっぱり千代の富士。土俵下で控えてる時は小さく見えるんだけど、実際に写真で見ると筋骨隆々ですごい肉体だよ。私は90年代によく相撲を見てたわ。日曜の夜に PBS でイギリスのコメディショーの後にハイライトが放送されてたのよね。私はあけぼののファンだった。千代の富士は体が小さかったから、はるかに大きな相手を翻弄する彼の力強さと技術にいつも畏敬の念を抱いてたよ。相撲中継はチャンネル4の最高の番組の一つだね。イギリスでテレビを通して見ていた頃から数年後、俺は実際に東京の競技場に行ったんだ。相撲ってテレビでは短いけど、実は一日中続くんだよね。寝落ちしちゃった。テレビ中継の影響で相撲が小学校で流行ったんだけど、何人か怪我人が出てから禁止になったよ。うちの学校だけじゃなかったんだ。俺が通ってた学校でも怪我人が出て禁止になったんだ。私も80年代に相撲が大好きだった。なんというか食らいついて見てたわ。あの頃は相撲がテレビで気軽に見られる輝かしい時代だったわね。フランスでも90年代に相撲ブームが起きたよ。
当時のシラク大統領が相撲の大ファンだったんだ。個人的にはあの見た目が好きになれなかったけど、確かにイギリスでは一時期みんなが相撲に夢中だったよね。80年代に相撲のポーズをかたどった粘土フィギュアをたくさん作ったな。子供だった俺に彼らはたくさんのインスピレーションを与えてくれたんだ。自分は今でも NHK で見られるときは見てるよ。相撲は一度見始めると抜けられなくなるから気をつけて。以上が海外の人たちの反応です。コメントを見ると、やはりイギリスでは1980年代を中心に相撲人気が高かったようですね。特に名前が挙がっていた千代の富士は、力士としては小柄ながら圧倒的な強さを見せ、昭和最後の大横綱として多くの相撲ファンを魅了しました。それにしても子供たちの間では相撲ごっこが流行り、学校で禁止令が出るほど熱狂していたというのは驚きです。これほどまでに多くのイギリス人を熱狂させた相撲ですが、現代の日本人、特に若者の間では相撲離れが深刻化しています。全国の高校相撲部では休部や廃部が相次いでいるそう。その理由としては激しくぶつかり合うため、痛そう、怖いというイメージがあること。回しを締めて半裸になることへ抵抗があることなどが挙げられます。また、そこに相撲部屋の不祥事やコロナの影響も加わり、相撲をやりたいと思う若者が減っているようです。観戦についても、わざわざ会場に見に行く人やテレビのチャンネルを合わせる人は少ないそう。近年の傾向としては、相撲好きな女性のことをスー女と呼ぶなど熱狂的なファンがいる一方、全体としては興味が薄く、他のスポーツと比較すると両者の差が大きい印象です。そんな現代を生きる私たちの生活にあまり馴染みのない相撲ですが、その歴史は古く、大昔の人々の暮らしにおいて相撲は非常に関わりが深いものだったそう。そこでここからは相撲の歴史についてご紹介します。土俵の上で力士が激しく組み合い、勝敗を決める日本の伝統的な武道である相撲。その歴史は古く、712年に設立したとされる古事記の中では、武見和地と武見中田のやり取りが描かれており、これが相撲の起源とされています。人々の間では、主に宴会の際に相撲が取られるようになり、その後、奈良時代から平安時代にかけて、毎年7月頃に宮中行事の一つとして、須磨日の節会が行われるようになりました。また、この頃には神社における祭事として相撲を取る風習も生まれるなど、当時の人々にとって相撲は非常に大切なものだったのです。その後、武士の間で広まった武家相撲や民衆の間で広まった土地相撲を経て、江戸時代初期頃に現代のような興行としての相撲が組織化されたそう。当時の相撲は自社が建立などのための資金を集める勧進相撲が主でしたが、急速に娯楽化が進み、第4代横綱の谷風梶之助や第5代横綱小野川喜三郎、雷電為右衛門といったスター力士たちが登場したことにより爆発的な人気を誇りました。イギリスで相撲がブームになった時にも千代の富士などのスター力士がいましたが、やはりどういったスポーツであれ、スターの有無はそのスポーツの人気に深く関わるのかもしれませんね。その後、明治維新により一時は危機を迎えたものの、相撲好きであった明治天皇の意向により、1884年に天覧相撲が実現。同時期に日本相撲協会が誕生し、勧進相撲は大相撲に一本化され、現代の相撲を取り巻く環境が整えられていったのです。相撲の歴史を簡単にご紹介しましたが、古くは神事としての意味合いが強く、天下太平や子孫繁栄、五穀豊穣、大漁などを願っていたのですね。実はこうした相撲や力士と祭事の関わりは現代にも残っており、例えば力士に赤ちゃんを抱っこしてもらうと健康で元気に育つと言われています。また赤ちゃんの泣き声が邪を払った故事を由来とする泣き相撲にも力士や相撲が関わっていますよね。このように相撲は大昔から現代まで変わらず、人々の心の拠り所となっているのです。当時のイギリスでは相撲がテレビ放送されており、
子供たちは力士のたくましい肉体と激しくドラマティックな取り組みに熱中していたようです。近年でも外国人の間では相撲が人気で、多くの人がその迫力を生で感じようと会場を訪れているそう。取り組みが始まる前の緊張感と始まった瞬間の激しいぶつかり合い、そして一瞬で勝敗が決まるドキドキ感は相撲ならではと言えるでしょう。ぜひその一瞬の熱い戦いをその目で見てみてはいかがでしょうか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。